単。今回は、意外に一番難しい、一点投資のポイント、というテーマでお話しするよ。でも一点投資なら私でも書けますよ。どういうことでしょうか？二人はこういう感じの背景って見た覚えないかな？ああ。ドルピンとかで見ますね。私、よくこんな風になります。このように奥に長い構図は自然に書くのが難しい。そして、一点投資は奥長の構図になりがちなんだ。一点投資って、ロール化とかこういう構図多いですよね。そう。一点投資は簡単、と思って書くと、案外自然に書けない。はい、自分が下手だからこんな簡単なのも書けないのかなって。いや、一点投資は2点、3点と比べて理屈は簡単だけど、自然に書くのは一番難しいと、私は思うよ。一点投資はなぜ難しいのかの前に、まず圧縮から簡単に説明しよう。お願いします。おなしゃす。このように傾いた面や奥にあるものは圧縮される。これがパースの基本と言えるね。圧縮。特にこの極端に傾いた面が難しいですよね。そしてこの傾いた面は消失点に近くなるにつれて圧縮率が高くなるんだ。ほんとだ。同じ動作なのに。消失点に近くなると、傾いた面が紙の上では狭くなるんですね。この消失点に近い部分が慣れないとなかなか難しい。一点投資は消失点が画面の中心近くになることが多いですね。だから全体的に圧縮率が高くなる。これが難しい理由の一つだね。もう一つ、一点投資の難しい点は逆に消失点から離れた部分、なんだ。こんな風に消失点から離れると圧縮率はどんどん低くなって、見た目が不自然になってくる。左だけ見ると、角が直角に見えない。近くても大変。遠くても大変。これらの簡単な解決策は、傾いた面を思いっきり狭く書くことだ。それだけですか？そう、言っちゃうとそれだけ、なんだけど、これが案外意識しないとなかなかできない。何がいけないんでしょうね。多分、知識が無意識に幅が同じくらいあるはず。で、バランスを取っちゃうんじゃないかな。ああ。固定観念、みたいな。そう、ともかく一回何も考えずに試しに思いっきり狭く書いてみるといいんじゃないかな。狭くしすぎて線になったりしませんかね。一点投資だけの話で言えば、かなり狭くしても、それほど不自然にはならないよ。逆に、圧縮が緩いと大体不自然になるね。ほんとだ。イメージだとパースがきつい方が変になるかなって。2点、3点だとそういう場合も多いね。一点投資はかなり圧縮をきつくしても破綻しにくいんだ。今回は一点投資は案外難しい。消失点に近いと圧縮が強い。傾いた面は意識して狭く書く。の話をしたよ。わかったかな？はい、一点投資の圧縮は気持ち強く。強く。